ダブリー一発つもピンフ純ちゃん3色 E ペイコードラ2 13班数え役満16000オールね。本当にチートしてないの？パイは麻雀卓が配っているのですから、さすがにチートするのは無理だと思いますよ。彼女が事前に麻雀卓をいじった可能性も。デビー、シュタリさんがそのようなことをする理由がありません。もし勝利の要素から運を外せば確かにチートになるね。これなんだ？ご覧の通り、さらば美しき夢の第一章だよ。こんなことがあったのかって言いたいんだけど、これ流していいやつなのか？平気。今回の状況はちょっと特殊だから、怯えずこの状況を楽しもうよ。つまり今のこの状況はなんだ？ご覧の通り、さらば美しき夢の第一章だよ。いや、そうじゃない。繰り返さなくていいから。俺が聞きたいのはこのちょっと特殊な状況に関してだ。傍観者の立場で本編のストーリーを堪能し、適当なところにツッコミも入れる。まあ言い換えれば副音声、オーディオコメンタリーみたいなものだよ。なるほど。とはいえ尺と経費の関係上、本物の副音声のようにはいかないから。アニメじゃないしね。何もかも打ち明けて本当に大丈夫か？そこを心配するよりもっと心配すべきところがあるんだよ。これよりも？私の名前変えた方がいいかな。ネタバレなんだよね。名前を変えることもできるのか？もちろんこんな感じでね。本当に変えた？さて、今回の物語のヒロインである私が疑似副音声の解説役を務めます。始めましょう。疑似副音声、何を言えばいいんだ？トカゲさんはツッコミを入れるだけで大丈夫。私がボケるから。できるけど、あまり期待しないでくれよ。ツッコミは声が大きければいいんじゃないの？それはツッコミ役に対する侮辱だぞ。話を戻して、さっきの映像に焦点を当てましょう。なぜこの部分を切り取ったんだ？それは間違ったチャンネルだと思わせたかったから。お前の悪意が大きすぎる。それよそれ。声が大きければツッコミも面白くなる。ツッコミへの悪意も大きいな。実は見ていて思ったんだけど、なぜスタリが登場したの？彼女が青色の幸運だから登場するシーンも増えたってこと？レビーとレベッカが関わっているから、関係者のスタリが今ナナミと対面していたんだろう。運とは関係ないと思う。関係者ではなくて後見人では？そうは思わないけど。それなら監視者かな。レビーが聞いたら絶対怒るだろうな。安心して、この番組には彼女たちを招待しないから。それはいつ決まったこと？ついさっきゲストリストから彼女たちの名前を消したばかりよ。私的権限の乱用では？私的権限の乱用というよりも公式権限の乱用よ。私こそが公式だから最終的な決定権は私にあるな。それに本当の権力の乱用は愛義よ。無実の少女たちを次々と騙し、誘拐犯のようなことをしても責任を問われていない。私は全くの無実ではないけど、トカゲさんは私の言うことを否定できないでしょ。それは否定しないよ。いや、否定して。トカゲさんが否定しないと番組が進まないし、話題も重くなるから副音声じゃなくなってしまうわ。結局俺に賛成してほしいのか反対してほしいのか。そう
えば彼女は本当に不正をしていないの？スタリのことか？その持て余す幸運を外部手段とみなすなら不正だろうね。あら親切。スタリさんの言葉をもっと分かりやすく翻訳してくれたのね。翻訳とは言えないけど、スタリ言語学者ナビゲーター。他人の名前で冗談を言わないでくれ。ナビゲータークレーターのことを言ってるの？ちなみにこれは高評価 100% で数々の名場面を残した影の国クロニクルの序幕で起こった話よ。自画自賛はやめろ。恥ずかしいし、どうしてそんなことまで知ってるんだ？私は何でも知っているの。この世界には私が知らないことはない。ただあなたが知らないだけ。そのセリフ絶対何かのアレンジだろ。君たちの中にタイムトラベラー、未来人、異世界人、蘇生者はいないかまで言っちゃってるし、今更じゃない？もうやめて。どうでもいいからもう言わないでくれ。それはさておき、スタリさんの能力を麻雀に使うと本当に反則級だね。もう魔物レベルだよ。どうして魔物なんだ？あら親切ね。スタリさんの肩を持つの？ずっと前から言おうと思ってたけど、攻撃的すぎるんじゃないのか？そんなことない。番組の司会者としてはトカゲさんがスタリさんをひいきしているからといって嫉妬することはないよ。心の声が漏れてるようだな。嫉妬といえば、他人が嫉妬や貪欲という言葉を使うと高等現在を連想したりする？たまにね。それも職業病の一種よ。お疲れ様ね、ありがとう。話がそれてる気がするけど。大丈夫。この番組も終わりだから、今はおしゃべりの時間よ。終わりなのか？ほとんど話していない気もするけど。楽しめなかった？そんなに私と2人で話がしたいの？さすが貪欲だね。わざと貪欲って言っただろう。ストレス反応させちゃった？もういいから早く終わらせてくれ。私の責任だとは言いません。少なくとも今は言いません。どうしても私の罪だと断言するなら、せめて私のことを加害者と決めつける前に被害者であることも認めてほしいです。でなければ私は罪を認めませんし、お詫びもしません。勘違いしないで。別に弁明したりことを濁したいわけでもありません。言ったはずです。私はごまかすことも冗談を言うことも好きではありません。ことの全貌を見せようとしているだけです。もし傷口の中に証拠があるなら、私は傷口をえぐり出してでもその中に隠しているものを見せてあげましょう。どんなに痛くても私は甘んじて受け入れましょう。真実の全貌が分かったらいくらでも謝らせてもいいし、あなたの好きなやり方で処置して構いません。首切りでも切腹でも八つ裂きでも私は一向に構いません。あなたが満足すればいいのです。それなら私も満足しますから。だからもう始まっていいですか？今回の物語のヒロインセミューと彼女の助手ナビゲーターが司会を務めるさらば美しき夢副音声その2が始まりますよ。手伝うなんて言ってないけど。やっぱり豪華列車の大探偵になりたいの？それも言ってないよ。どうした？びっくりしすぎだよ。このやりとりは副音声その3で言うつもりだったのに。もう第3回のことを考えてるのか。何言ってるの？番組の司会者が全く計画しないわけがないでしょ。ごめん、君を甘く見ていたよ。第1回が長すぎると言われたから、今回は最初から話の核心に迫ろうと思ってね。
迫ってるようには見えないんだが。アルティアのこのモノローグについてどう思う？いきなり迫ってくるな。どう見ても普通のモノローグだろう。普通って言ったの？びっくりしすぎ。普通というなんて。このセリフを読んでひねくれてて不器用で伝えるのが下手で素直じゃない、俗に言うツンデレといった個性豊かな美少女キャラが浮かばなかったの？全部一緒に聞こえるんだけど。アルテアは強いファーストインプレッションを残すためにこのセリフを調校したんだから。わざわざ考えたのか。私もこのセリフはいいと思ったから後でことを穏便に済ませるためにもう一度言ったの。筋が通ったって感じ。著作権料を払わないと。もちろんそれも考えたから全部似た言葉に変えたのよ。とにかく今回の物語のヒロインセミューと彼女の助手ナビゲーターが司会を務めるさらば美しき夢副音声その2はここまで。終わり？こんな急に？次回の副音声その3をお楽しみに。あと何回やるつもりなんだ。このトカゲはどうしてびくともしないんだ？こいつが早く動くのは捕食をしている時だけだよ。普段は体力を温存するためにじっとしているから。別にどの動物も人間みたいに食事以外の行為に多くの体力を費やすわけじゃないんだ。そうなのか。ごめん、いい加減で言っただけ。なんかかっこよくて頭のいい人が言いそうなセリフはなんだとか思って。さて、注目の副音声その3はこのシーンから始まります。楽しんでいるのはお前だけだろ。うわぁ、このシーンは私とトカゲさんの初対面のシーンだね。記念に写真にして額に入れたいくらいだわ。そこまで大げさにしなくても。それからそれを寝室に飾って毎朝起きるたびに祈るの。お前の目的がますます見えなくなってきた。それから毎年この日は開口の日になり、ナビゲーターも開口さんと呼ばれるように。こら、ごめん、ただの冗談だから嫌わないでよ。別にそんなに小さなこと気にしないけど。つまりあなたも同意したってこと？どう聞いたらそう思うんだよ。ニュアンス。副音声でもそのネタを使うのか？よく考えてみて。迷子になったから爬虫類館に入ったという理由はナンパの口実に似てるよね。声をかけてきたのはお前だけど。でも私の視点では怪しい男が突然「このトカゲなんで動かないの?」って聞いてきたんだよ。ただのつぶやきだったんだけどな。つぶやきのふりをするのも上手だよね。開口さんはそれでどれくらいの美少女と開口してきたのかな。そんなことしてないし、その呼び方はどうにかしてくれ。ごめん、ただの冗談だから嫌わないでね。だからそんなに気にしてないってば。それはそうとしてこの件でちゃんと謝らなきゃね。どうして？その後あなたをよそ者って呼んじゃったから。ああ、確かにそう呼んだね。排外的なのは良くないな。ダニューブ市から来た観光客をよそ者って呼んでしまったなんて、私も随分厚かましいことをしたもんだ。ひざまずいて謝っても許されないだろうね。そこ？はい、許してくれるなら首切りでも切腹でも八つ裂きでも私は一向に構いません。ただあなたが満足するならそれでいいから。許すよ、提案が怖いって。それに前にも言ったことだよな。副音声その2で3のセリフを言っちゃったからね。これが私たちへの借りだから。
まるで前回の司会が他人みたいな言い回しだな。1分前の私と今の私が同じ人間じゃないってのがテセウスのパラドックスだ。一般的にはテセウスの船って言うけどな。マイナーな言い方の方が賢く見えるでしょ。お前以外誰もそんな風に思わないから。とにかく賢いセミューとおっちょこちょいのナビゲーターが司会を務める副音声その3はここまで。次回の副音声その4をお楽しみに。まだ続くのか。私、そう言われたくないから頑張っているんです。私がやらかしたのにどうして怒らないんですか。怒らないとわからないじゃないですか。どうしていつも私のことを多めに見てくれるんですか。昔にそういう仕事をしていたからですか。あんなの別に私だけの話じゃないですし、他の人もいましたし。その特別扱いは一体何なんですか。私へのご褒美ですか、それとも慰めですか。そんなのいらないんです。君が何を言おうがそれがひねくれているの。では視聴者の期待が高まる中、さらば美しき夢副音声その4が始まります。この番組テレビで放送されてないだろう。今は録画段階だけど、資金があればダニューブのテレビ局を買い取って24時間繰り返し放送したい。もうやめて、夢に出てきそうだ。さて画面に映っているのは元ドライバーのフェリン・ブリトニーと表向きは心理カウンセラー、実はプリゾナーの一員である今七海よ。肩書きから見てもこの対話は完全に不平等だね。そうだな。どうしたの助手、声に元気がないんだけど。ただこの番組も4回目に入ったし、そろそろ第1回で言ってたゲストが出てくるのかなと思って。どうしてそう思ったの。私たちの番組はゲストなしでも継続していけるんだから。ゲストを招くのは番組の新鮮さを保つためで、長く続けるためには大事なことだよ。私の財布も新鮮さが必要なの。しばらくお金が入ってくるのを見てないから。理由がお金がないって。その元ドライバーの女性についてはさておき。さておかないで。今七海はきっと出演料で高額な請求をし、契約書の細かいところに興行収入の分配なんて条項を追加する悪女よ。言われてみるとかなりイメージできるな。それならフェリンをゲストに迎えたらどう？彼女が出演すると番組の人気が落ちるよ。それはひどい。でも彼女のような内気な人がカメラの前で言葉に詰まりカンペを落とすシーンは人気が出るかも。それが起こるとは限らないだろう。実際すでに起こったのよ。え、いつ？番組のリハーサル中。リハーサルがあったの？ホストの一人としてそんなこと全く知らないけど。ナビゲーターさんには言わないで絶対に秘密にしてねと彼女が言ったのよ。全部言ってるけどな。それだとトカゲさんが孤立されたように見えるでしょ。正義の味方としてそんなことは許せない。君に正義の味方という肩書きがあったのは初めて知った。正義の赤髪スーパーウーマンと彼女の控えめな助手、毎週金曜日の夜8時放送中。よくそんなプライム帯が取れるな。そのために貯めたお金を全部使ってしまった。それがそのお金の使い道だったんだ。あれ、話がそれてしまった。もう慣れてきたよ。このままこの回も締めくくりましょう。どうせこの2人の話にはそれほど深いものもないし。ちょっと
ごめんなさい、ただの冗談だから嫌わないで。まさか本編の副音声に口癖を設定するつもりじゃないよな。バレた？企みが丸見えだよ。でも口癖について言うと、今ななみ先生はくんやちゃんをつけて人を呼ぶ年上のお姉さんキャラだと思うのよ。今ななみ先生、そういえば彼女は君の先生だったんだね。仮の姿だけど。もしかすると逆かもしれない。驚くべき事実、今ななみのプリゾナーとしての身分は偽りで、本当はプレート市公立中学の心理カウンセラーかもしれない。その理由を教えてくれよ。本当の犯罪者を逃がすために、前科なしの心理カウンセラーは自分を本物の犯罪者に見せかけた。やめろ。本当に誰かが信じたらどうするんだ。さらば美しき夢、涙、女、方向の森が来年この時期に公開予定。絶対に公開されないから。どうかな。どこから来るんだよその自信。今の波が投資家を探しているらしい。映画を上映してほしいのは彼女だったの。お金は出すけど、その条件は通関各社の実験対象が欲しいという。その投資家、俺が知ってる人かな。隠れた富豪の設定だったの。とにかくさらば美しき夢の副音声その4はここまで。次回の副音声その5をお楽しみに。この番組にもう飽きてきたよ。本当に変な感じです。思考をしているのに、喋っているのに、やりたいことがあるのに。私はいつにもなくはっきりと知ったのです。自分は偽物であることを。その必要はどこにもないよ。ここから離れればいい。私たちは以前のように生きていける。あなたはいつもそう。いつも夢の中に隠れたいんですね、セミュー。夢に隠れたっていいじゃない。誰の迷惑にもならないし。あなたは自分の夢を続かせるために、自分がこの明晰夢を見続けるために、ずっと他の人を傷つけています。あの夫婦も、私たちの同級生や先生たちも、それと私、アルテアも。長い旅を経てついにこのシーンがやってきたね。いや、明らかに飛ばされているんじゃない？言い換えればこれは副音声その後ではなく、副音声 L5、つまり LV、つまり55なのよ。これはタイトルトリック？タイトルトリックといえば、そろそろ名前を戻さなきゃ。よいしょ。よいしょって、まるで着替えるようなノリだな。本編にはないサービスコーナーが副音声で放送される。これをタイトルにしたら絶対に人気出るよ。どうやってそれにつなげたの？しかもこれはもうタイトルトリックじゃなくてタイトル詐欺だよな。アルテアビズが言ったことなら、それがタイトルトリックや。君がそう言うならそうかも。でも叙述トリックの方が正確かもね。今振り返ると、このシーンで起こったことは本当に心が重いね。謎の処刑人に閉じ込められて、やっとの思いで助けが来たと思ったら親友との別れが待っているなんて、私には重すぎるよ。そうだね。でもその後プレッシャーがだいぶ減った。一人二役をやらずに済むし、セリフも半分になったから。おい、うっかり本音を言っちゃった。嫌わないで、冗談じゃないから。冗談じゃないのか？アルテアビズとセミュー、実際にはどちらも私だから、日常生活は本当に大変なのよ。自分でボケて自分で突っ込む。脳細胞が絶滅しちゃボケなきゃならないの？宿題も2倍書かなきゃいけないし、当番の2倍よ。そう考えると
確かに疲れるな。ギフやボランティア活動も2人分よ。もういいよ、お前の苦労は十分分かったよ。アルテアやセミオと呼ばれるとどっちが反応すべきか考えなきゃいけないのよ。それは本当に面倒だな。あ、実はそれは嘘で、アルテアのことはほとんど心配していないよ。お前たちの存在の仕方複雑すぎる。アルテア・ビズは独立して考えることのできる人格に近いわね。つまりお前は精神的に問題があるってこと？痛感覚は本来精神疾患の一種だし、その点でトカゲさんと私は同類よ。お前に同類と言われると複雑な気持ちだ。人間同士はもともと同類でしょ。そういう意味の同類だったのか。恥ずかしいけど同類のトカゲさんが主人公のように登場してるのを見ると私の心はときめいたの。今の流れからは全然そんな風に感じないけど。でも怪しいヘルメットをかぶってるところは減点だね。本来なら満点のはずが9点になったわ。満点は100点か？そんな古典的なジョークはしないよ。間違えた1600点。 SAT か。トカゲさんが9点取れたのはすごいことよ。実力以上の成果だよ。そんなに学力が低いのか。逆にアルテアとしての私は1600点の天才だ。どうせ嘘だろ。さて話を戻しましょう。君は毎回このセリフを言わなきゃならないね。アルテア・ビズがセミューが本物だと言った時、その根拠は実際にはかなり信頼性がないものだったよね。どのセリフも信頼性がない気がするけど。でもどのセリフなんだ？画面を見て。でも己を隠したいのなら自分がフィクションになった方が一番の方法ですよね。このセリフ、もしかしたら誰かがそう考えるかもしれないからわざと自分を日の光にさらしているのかもね。私なら自分を虚像にでっち上げる。あなたはきっとそう思うからあえてリアルな自分を見せた。そうすると猜疑の連鎖に陥るな。もしかしたらアルテアはこの猜疑の連鎖に陥ってプログラムが崩壊して消えたのかもしれない。人格分裂じゃなくて人工 AI なのか？ごめんなさい、冗談よ。アルテアを尊重しているつもりだから嫌わないで。そのセリフの頻度がもううんざりするよ。本編には口癖がなかったからここで補っているのよ。映画ネタはやめてって口癖に入らないのか？私たちは一人でも口癖は2つ分欲しいわ。確かに合理的だ。恋愛対象も2人分だし幸いにも今は1人だから大丈夫だけど、そうでなければトカゲさんが2つになってしまうから。血生臭すぎないか？とにかく突如としての告白攻めの中、さらば美しき夢副音声その後はここまで。これからの展開はどうなるのかワクワクするよね。次回の副音声その6をお楽しみに。私って失敗ばっかりね。本当に失敗だ。自分にやられたとは真実に向き合う、現実に向き合う、そんなことのどこがいいの？わからない、わかりたくもない。私はアルテア・ビズ。さあ私の過去に決着をつけよう。あんたらの救世主は来た。もっとくれ、みんなが第2シーズンを求めてる。なんならダニューブの視聴率最上位番組さらば美しき夢の副音声最終回その6が始まるよ。
ついに最終回だな。当初は7期の予定だったけど、あまりにも人気があったから最終章が先行上映されることになったの。これを打ち切りって呼ぶんだ。第7話は最上映時に放送されるから、ぜひ見てね。勝手に捏造しないでくれ。実は副音声その後の終了時に反省したんだ。終わり間際に反省してもな。副音声なのに物語とは無関係な話が半分以上もあって、ただの雑談になってたなって。最初から気づいてほしかったな。私の責任だとは言いません。少なくとも今は言いません。いや、それはお前の責任だろ。本編のセリフでごまかすな。ちゃんと責任を取れ。今さら手遅れだよ。物語のクライマックスに話を戻そう。まだ間に合うだろう。被害者への罪悪感と加害者への怒りを抱き、自分の本当の姿を理解したアルティア・ビズが現在に立ち向かい、人格と肉体の二重の変貌を遂げるシーンは本当にかっこよかった。自己愛にも限度ってものがあるだろう。もしこのシーンを60フレームでアニメ化し、優秀な作曲家の音楽を合わせたら、アニメ史に残る名シーンになると思うわ。夢物語は夢の中で語れ。そうよね。私の髪が赤から白に変わる瞬間はまるで夢のようなシーンで、100年後でも1万年後でも忘れないわ。そう言っても実はよくあることだよ。髪の色が変わるシーンはお前より前にやったキャラもいるんだ。それは完全にパクリ。間違いなくパクリよ。これについては本編が終わった後に未来さんの家に弁護士からの通知を送っておいたわ。彼女の母親が受け取ったはずよ。こら。ちなみに本編の時間軸を元にすると、私こそが先駆者、髪色変化の始祖なのよ。自分を始祖と呼ぶとは厚顔無知だな。そして彼女は黒から赤になったけど、私は赤から白だから、どう見ても私の方が上級者よ。彼女を神と呼ぶなら、私は真偽を覚醒させた神よ。どうやってそのランク付けをしてるのかさっぱりわからん。話がそれたけど、どうして私の髪色は変わるの？これまで全然考えたことなかったのか？絶対絶命の状況で血脈の力が覚醒したとか、応援の声を聞いて真偽を理解したとか。まさに漫画でよく見る定番のシーンだな。つまり私が実はエイリアンで滅びた星からの生存者、伝説の戦士一族とか。伝説の戦士一族はともかく、生存者の設定は他のキャラと被ってるな。設定が被ったキャラを除外すれば、私はその設定を独占している人気キャラになれるわね。その言葉だけでお前は最も不人気なキャラ10選に入るかもな。そうなったらせめてトップ3を目指すわ。競争心を抑えられないのか？競争心がなければキャラのポジションが曖昧になるから。もうすでに曖昧だろう。それがあるかどうかは関係ない。私は性格が混沌としているけど、心の中は湖のように澄んでいるよ。別名湖の騎士アルティア・ビズ。聞いたことないな。次の事件ではその姿で登場するよ。そんな予定はないだろう。予定といえば私の再登場の予定はあるはずよね。髪の色のことはもう忘れたのか？この世界ではまだ誰も副音声で本編の疑問を解決したことがない。その疑問に触れたのはお前自身だろう。本編の話題は十分にあったし、副音声としても完全に合格よ。合格中の合格と言える。それでは予定の話をしましょう。本当にこの番組を真剣に進行しているつもりか？本編の終わりでレビーとレベッカに名前を名乗った美少女、つまり私。どんな角度から
たとえスカートの下からでも再び活躍することは間違いなしよね。どうしてスカートの下から見る必要があるんだ？それにお前はスカートを履いていないだろう。アルティア・ウィズの衣装に着替えればスカートも履くよ。だからそんなことはないって。それはある。本当に？今後の物語で大活躍する私は間違いなく人気ランキングの1位になる。あの人気キャラたちは私の踏み台に過ぎない。もし人気が底辺だったらどうする？その時はトカゲさんの家の前で自殺するわ。それは脅迫だろう。とにかく開幕以来各テレビ局とストリーミングプラットフォームの評価ランキング1位を誇るさらば美しき夢、副音声が拍手の中で幕を閉じる。もう終わり？こんな急に？番組の進行を学んだ時、始め方だけを学んで終わり方は学んでなかったのよ。ちゃんと学んでくれ。心配しないで。さらば美しき夢、涙女方向の森が来年の今頃に上映されるから、その時にはさらば美しき夢第2シーズンの副音声も一緒に放送されるよ。心配してないし、そんな企画はないって言っただろう。とにかく終わるからにはちゃんとお別れを言おう。そうね。副音声は終わりだけど、私たちの物語はまだ始まったばかりだよ。ありきたりな締めセリフだな。こんにちは。ここはさらば美しき夢、副音声の収録現場ですか？私はリーファです。ゲストに招待されて。もしかして。